正弘のうまいのなんの。うまいのなんのの正弘です。さあコートドールの2回目なんですけども、これこそご紹介したいなと思ってた斉須さん、斉須シェフのクリエイトした傑作、夏のスープなんですが、冷たい青じそのスープ、実は中に隠し味として梅干し使ってるって初めて言われた時はびっくりしましたよね。フランス料理で梅干し使うのっていう、日本人が考えるフランス料理のイメージとは全く違うところの世界から生まれた傑作なんですけども、やっぱり日本でフランス料理をいただいてると、フランスまで行ってきて食べたあの料理に似てるなとか、コピーが上手にできてるなとか、そういうことに気持ちがいっちゃうんですけども、日本人しか考えられない、日本人が生み出した、日本人が昔からよく知ってる、しかもごくごくありふれたっていうか、皆さんがよくご存知の名前を言われただけで、食材の名前を言われただけでイメージ、梅干しって言っただけでもう心当たりが酸っぱくなるくらい、梅干しは誰でもイメージが簡単なんですが、それがどんな風に使ってるのかなっていうのを皆さん召し上がってみないと分かんないと思うんですが、実はこの梅干しもうなかなかいいものが手に入らないってんで、実は去年でおしまいって言われてすごい悲しい思いをしてたんですけども、今年の6月でしたかね、電話で聞いたら、なんとかあとはもう少しできそうだよっていうことを聞き込んだので、慌てて行ってですね、いただきお話を聞いてまいりました。どうぞお聞きください。うまいのなんの。前回は赤ピーマンのムースが出来上がるところから一番大事な、料理の基本というか、そこら辺の話が伺いたいんですが、斉須さんが東京に戻られて自分のお店を出された時に初めから持ってらしたと思うんですが、自分を表現する、フランスに行って感性だとか技術だとかそういうものも学ばせていただきながらも、日本人である斉須さんがさあいざここからやろうと思った時は自分があるのかなっていうふうなことをきっと考えられてたと思うんですけども、その中でも本当に傑出した一品が夏になるといただける、もう緑の鮮やかな、日本語で言うと青じそのスープじゃいけないんですか？いや、いいですよ。いいですか？はい。それの成り立ち、どんなきっかけ？それはですね、僕はウニのシャルロットっていうのを作ってたんですよ。リンゴとポアロを下にシャルロット状に作って、その上にウニを乗せて、オイルを少しかけて出してたんですけど、その時にソースに使ったのが青じそと梅干しだったんですよ。ちょっと酸っぱいソースを周りに形取って流したんですけど、酸味が大事だ。はい、そうですね。でそれを作ってるうちに、あれこれスープになんないかなって思ったんですね。なんでかわかんないんですけど、大葉を取りにその冷蔵室の方にかけていって、冷蔵室の中に入った時になんか思ったんですよ。あれスープになるかもって。で出てきてサービスが終わってからそれを作ってみたんです。そしたらすごくいい結果が出たんで、これスープに使ってみようかなと。で最初やっぱりうちの人たちも懐疑的で、その梅干しと大葉しそなんていうのはフランス料理じゃないとでもなんか僕はいけると思ったんですね。絶対彼らにとってはすごい、お客にどう説明して進めるっていうか分かんない料理だったんですけど僕はどんどん出していったんです。でそのうちあるお客様からなかなかいいよ、もうちょっとシャバいのよりも濃度をつけた方がいいねとかって言われだして浸透していったっていうのが実情ですね。ベルナルが作っていたあの時の赤ピーマンが大葉しそとアボカドに変わったんだなと思って作ってるんですよ。濃度は多少違いますけど、ポロッとした野菜のうまみ、基本の基本というか考えにあるところが、そうですね、芯は同じだと思うんですけど、ムースとスープだけども、同じと思って作ったんです。でその時たまたま日本にベルナルレカンに仕事で来てたもんですから、寄ってもらって、こういうのやったんだけどどうだいって言ったら、だからうめえってこれでやれって言ってくれました。やっぱり聞いてどんな反応が来るか気になってた。そうですね。増井さんとベルナルと2人で来たもんですから、2人に出して、どういう反応かなと。悪くないよって言ってました。それからですね、少しずつ浸透していったっていうか、
随分長いことかかったと思います。去年ですか、伺った時、はい、もう自分が欲しい梅干し、つまり今蜂蜜入りの梅干しとかとんでもないですよね。なんかおむすび食べてもちっとも梅干しのうまみがなくて、でそれがね、増弘さん、その廃業なさるっていう方がそれを受けて1年間ずっとデパート探したり、飯島奈美さんっていう料理研究家の女性に相談して、いろんなとこから梅干しを取り寄せてもらって食べて、で同じ料理をこう作ってみたんですよ。全然違うんですね。全然違う。しょっぱい。で今まで当たり前に作ってたものが、こんなに見つけるのが大変なんだなって。それを見つけたきっかけは何だったんですか、最初自分です。最初はね、松弘さん、母親の梅干しでやってたの。その時にある編集者が食事に来て、私今梅干しの特集の記事をやってて、いい梅干し作ってる人を紹介したの。知ってると。で紹介してくださったんです。じゃあほぼ偶然。です。それからずっと30何年間使ってたんですけど、去年辞めるってことになって、廃業するってことになって、それから慌てて、でやっぱり1年間探しても見つからないんですよ。それでもう最後手紙書いて、で残ったものでもいいから開けてほしいって言ったら、で分かりました、和歌山の方っていうこと送りましょうっていうことで、たっぷり送ってくれたんですね。梅干しだから相当持ちますよね。いやだからもう今年はできないなと思ったんですね。やっぱり知ってるんで、お客さん、違うっていうのをきっと言われると思ったんで、ダメだな。そんなんだったら出したくないと。そうですね。一番大事なとこって何なんですか。やっぱり酸味ですね。酸っぱすぎてはダメなんですけど、酸味が一番頂点にないとダメなんですよ。あれしょっぱくしちゃダメなんですね。だからその辺の塩梅っていうか、それが絶妙な梅干しだったんですね。日本人はどうもね、どっかからね、酸っぱいのとしょっぱいのが混同しちゃって、酸っぱいっていうことの大事さを忘れちゃってるような気がするんですよ。今でもフランス行って食事すると、オードブルの最初の時には尖った酸味があるじゃないですか。それがこう食欲をかきたててくれて、いやー一生懸命美味しく食べるぞって思う気にさせてくれるのが酸味なのに、日本人はちょっとこれを忘れちゃってるかな。ですね。僕も酸味だけはいつも身近にこう携えて戦ってます。梅干しなんかとっても大事なもんだと思うんだけれども、もう最終兵器だと思います。日本における酸味の。なるほど。じゃあもう去年本当ダメだ、もうこれで終わりですって言われた時に、もうこれが最後のお別れの僕もそう思ってました。かなと思ったら、そう思ってました。この間ねお電話して、いやまた今年もできそうだから、じゃああと数年 2,3 年はなんとかできそうって言いながら、今やっぱり青じそをめがけてくるお客様って増えてきました。今来ると全員が出してもう20年ぐらい。いやもう30年ちょっとぐらい経つと思います。ここ始めて33年ぐらいはやってると思います。いやそういうことで言うと、斉藤さんの年齢で今まだ現役で頑張ってるっていうのがどんどんいなくなっちゃったじゃないですか。亡くなった方もいるし、でやっぱり今でも料理で面白いの、食材だけじゃなくて、自分が向こうで勉強してきたり、ふっと思い立ったことでやりたいと思うのが、なんかそういうこうなんていうんですかね、ちょっとひねってセンスがある料理っていうか、その新しい材料を使ったから新しい料理っていうわけじゃなくて、今まで既存にあっても考えつかなかった組み合わせとか味付けとか火の入れとかで新しいものを作り出すそういう方たちが出てきてほしいなと。そうですよね。僕ねやっぱりずっと食べてみて、食材探しばっかりやってる人ですよ。やっぱり食材探しなんていうのは自分が料理を作るの上のファーストステージっていうか第一歩で当たり前のことで、そこから自分探しを始めたらどうかなと思う、そういう人がすごく多いと思うんですけどね。なかなか昔はそれにトンチが効いた面白い人がたくさんいたように思うんですけど、
この頃はなんかやっぱり恵まれすぎてるのか、なかなか人がって思うようなのをこう考えつかないのかなと思ったりしてます。いや本当に別にフランス料理だけじゃなくて、はい、お寿司食べても酢飯が美味しい、みんなお魚のことばっかり言って酢飯がいかに大事かっていうのも忘れちゃうし、だからやっぱりまともに真面目に当たり前のことを当たり前に評価するお客さんが増えてほしいな、そうですね、それはなんかきれい事じゃなくて、この人に言われるならそうだよなって思えるお客様に巡り合えた人は幸せだなと思ってます。まだコートドールでこういうふうにお話を伺いたい料理がいくつもあるんで、またいつかお話を伺いたいと思いますが、いつでもお願いします。ありがとうございます。うまいのなんの美味しくいただきました。このスープのできたいきさつ、シェフから伺ってなるほどなとか、そんなこともあったのかって初めて伺う内容もあったんですけども、本当に日本人がフランス料理食べたところにフランス風の香りがないと、食べてるお客さんがこれフランス料理じゃないの、そんな風に言うもんですから、なかなかこう勇気を振るって日本の食材使いにくいと思うんですが、やっぱりサイシェフがこういう風なことをやったんですから、今の若いフレンチのシェフはもっともっとですね、日本ならではのフランス料理を考えられてもいいのかなというふうに思います。まだまだコートドールの素晴らしい料理があるので、もしか機会があったら皆様にまたご紹介したいなと思います。美味しくいただきました。ごちそうさまでした。